私がこれからお話しする事件は、1966年に静岡で発生しました。事件の中身は、4人の放火及び殺害です。おそらく犯人だろうと推定された人物として袴田巌君が逮捕されました。1968年に裁判が行われまして始まりまして、私はその3人いる裁判官のうち最も若い裁判官でしたが、なぜか主任裁判官として指名され、最終の判決に至るまで主任裁判官としてこの事件に関与したわけであります。証拠を見れば結論としては自白以外にほとんどありませんでした。しかもその自白というのは誘導あるいは強制などによるものしかありませんでした。日本では被疑者が逮捕されますと、少なくとも22日間は彼の自由を拘束することができます。他の2人の裁判官は、1人は50代、もう1人は30代で、私は28歳で、残念ながら私以外の2人の裁判官を説得することが結論としてできなかったために、彼に対して有罪の判決を言い渡さざるを得ないようなことになり、判決文まで私自身が書くことになりました。約半年をして、この長期間の良心の呵責に耐えきれず、裁判官という職業を辞めざるを得なくなった。その後、私は自分が起訴した判決に対して無実であるべき袴田君を有罪にしたということで、良心の呵責に今日まで悩まされております。残念で誠にしょうがありません。死刑については特に日本では非常に考え方の違いがあるかもしれませんが、私は裁判官になった時から一つはまず死刑自体は人間性を害するんじゃないかということ、これが一つ。第2番目、特に有罪か無罪かについてはっきりしない事件、特に有罪でない事件の疑いが非常に強いケースについては、もし死刑を執行するとしたら取り返しのつかない被害が発生すると、
このことが私自身の死刑に対する反対の主な理由です。もしその被疑者被告人がに死刑を執行するとした場合に取り返しのつかない損害が発生するということ、これが最も大きな理由で反対だということ